テクノロジー進化っていうのと、デザインの関係性っていうのは非常に大きいというふうにいつも思っているんですよ。テクノロジーが進化するとデザインも非常に大きく形も変わるし大きさも変わるし、逆にこんなデザインが欲しいなっていうのがあると、それにテクノロジーが追従すると、それを達成するための技術があるというような関係性で今までこう進歩してきたと思うんですけども、軽量スリムコンパクトっていうのをですね、このスーパースポーツのカテゴリーで初めてやってみたみたいなところがあるじゃないですか。そういった部分からアプローチ考え方のアプローチをされたっていうのは非常にインパクト大きかったんですけども、トータルのシルエットの見え方なんていうのはどういうふうに考えてます？テクノロジーっていうとやっぱりこうディテールの方に行ってしまうんですけども、なんて言いますかね、この大きなシルエットを決める一つの要素でもあるのかなと思ってます。例えば R シリーズの場合は非常に小さいコンパクトなエンジンに対して、スイングアームが長いであったりとか、フレームをヘッドパイプからピボットまでまっすぐに通したいとか、そういったそのエンジニアリングの部分の、テクノロジーの進歩とそのエンジニアの思想ですか、そういう部分を、汲み取って造形していっているのが、R シリーズのデザインの大きなところかなと思うんですね。コーナリングマシンといいますか、ヤマハハンドリングですよね。それを視覚化するためにはセンターマスの増強していくよりもマスフォワードのシルエットっていうのを与えてあげた方のがアジャイルの動きができるように見えるんじゃないかなっていうふうに考えてます。要はそのフロントタイヤをガブッとこうかぶりつくようなラインであったり、そういうこう、造形のボリュームの持っていき方であったりとか、そういうことを意識して、R シリーズってデザインコントロールされてるんじゃないかなと思ってます。二眼ヘッドライトっていうのを非常にアイコンとして扱ってるんだけども、この初代からずっと流れてくる、現代の R1 に向かってデザイナー視点でこのどういう変化の仕方っていうアイコンを守りながら変化、新しいものを生み出すって、この辺りってどういうふうに考えてやってきましたか？そうですね、まず最初の R1 はマルチのリフレクターで異形のヘッドライト、それからその歴代ごとにテクノロジーが進化していくたびに、例えばガトリングのヘッドライトになったりとか、プロジェクターとマルチのコンビネーションだったりとか、でこのモデルなんかここはあれですよね、プロジェクターですけども、ラメダクトとコンビネーションしながら LED のラインとかやってますよね。でそういったそのテクノロジーの裏付けを持って形を変化させていくっていったふうに各世代のデザイナーたちはチャレンジしてるっていう感じですね。そこにアイコニックなところは必ずキープしてもらってるっていう。そうですね、R25 なんかもそうですよね。アイコニックな部分っていうのはキープしてるんですけども、逆スラントにしながらこう造形のチャレンジをしてる、そういうふうに僕は受け止めてますけどね。我々もデザインをプロデュースしていく上においてはそのあたりしっかりと前に進みながらも、時代を牽引しながらも守るものは守る、伝えるものは伝えるっていうのを意識してます。空力関係なんかも非常に重要じゃないですか。そうですね。そのあたりなんかもすごく考えられてると思うんですけど、初代の場合はやっぱりこう設計思想であったり、あとそのコーナリングっていったところにフォーカスを当てたその商品コンセプト、そこからするとあまり意識してなかったんじゃないかなと思ってるんですよ。そういった意味からやっぱりそのフロントから来る風っていうよりもどれだけ軽快に動けるかっていったところを表現するためにアイスクリーンの形状になってるんだろうなと思ってます。あれはどっちかというとショーオフ要素多いかもしれないですね。そうですね。歴代こういろいろ変わってくるんですけども、特に大きく変えたっていうのはやっぱり R6 がレイヤー構造っていうカウリングのデザインにした時代がありましたよね。あれはそのエアロマネジメントを新しくこう見直すっていうか、今までのその受け流していくようなエアロマネジメントじゃなくて、積極的にその風を内側に入れたりとか、それを排熱の効果に使ったりとか、そういったマネジメントを積極にしていく。当時はそのフォーミュラカーの空力デバイスなんかを参考にしながら作っていったって感じですね。ちょっとしたレイヤードが効いてますよね。そうですね。Yamaha Motor Design, refined dynamism.